皆さん、こんにちは。2回目の動画となりました。ふんです。サニーです。よろしくお願いします。お願いします。ね、編集とか、画像編集とかね、文章を作ったりとか、初めてのことをやって、でも、自分の日頃思ってることとかが、誰かの耳に届くかもしれないと思うとワクワクして、制作できて楽しんでおります。インスタグラムも始めました。そうです。皆さんぜひ見てください。はい。リンクの、概要欄にね、リンクを貼っとくので、そこからぜひ飛んでいただけたら嬉しいです。はい。ロイさんの書いた人とか、前回お話しした、みんなのオリジナルの可愛いを一緒に考えていけたらっていうのを、世界観を少しでも表現できたらなと思ってアカウントを開設しているので、よかったら覗いてみてください。覗いてみてください。お願いします。じゃあ、今日のテーマですね。なんか、フェミニズムとか、自分が女性だっていうことで日頃そこから来るモヤモヤだったりとか、それこそこの活動の目的というか軸になってる自分らしい可愛いとかにも通ずるものなのかなと思うんですけど、今回は女性性をどう考えるかについて、感じるかについてお話できたらいいなと思います。やっぱり自分はそのジェンダーとか意識せずに日頃暮らしたいなと思う反面、自分はやっぱり女性なんだなって思うことも多くて、そういう気づきっていうのが、どういうところから来るのかなっていうのもお話できたらいいなと思うんですけど、ちょっとね、今回サニーちゃんが日常であった1エピソードをみんなにシェアしてくれるみたいなので、その例から見てお話深められたらいいなと思います。サニーちゃんお願いします。そうだね。最近こんなことがあってっていうお話です。アルバイトをしてるんですけど、その後輩くんがね、ご飯に誘ってくれたんですよ。話も合うし、その子は多趣味でアクティブだから、すごいご飯一緒に食べてても楽しくって、心配りも丁寧な子だなっていつも思ってたから、楽しい時間を過ごしたんですね。その後に、もう一個アルバイト先で働いてるっていうから、カフェに寄ってきませんかって誘ってくれて、行ったんですよ。そう。で、そのカフェのバイト先もすごい雰囲気がワイワイしてて、多分学生さんのアルバイトが多いから、みんなフランクに仲いい感じ、で、入ってコーヒーを注文したんですけど、なんか、その時に、したことが、なんかね、その場で一緒にカフェにコーヒーを楽しみに行くというよりも、なんか、女の子連れて、アルバイト先に遊びに来たよ、みたいな感じで、紹介を、感じがして、そう。で、アルバイトの子たちに私を紹介してくれたんだけど、ですかとか、付き合ってるんですかとか、話しかけられてびっくりしちゃったんだけど、そうね。その場では、あんまりなんとも思わなかった。その場では、もやもやしたんだよね。アクセサリーじゃないけど、なんか、私が女の子であることによって、女の子の、見た目とか容姿とか雰囲気とか、そういうものがあることによって、なんか一緒にいて、紹介されるだけでそういう風に、捉えられたりするって、そういうことがあるのかなとか、なんかどういう風になったらいいかもわかんなかったんだよね。やっぱね、なんだろう、言葉でね、状況説明するっていうのがやっぱり難しいなと思うところで、自分が、
なんだろう、その場にいるんだけど、話題の話題のテーマとして入ってるだけで、そこに、その会話になんかこう、参加してない感覚っていうか、あくまで、例えばその後輩くんと、その後輩くんの、バイト先のお友達の会話の中で、サニーちゃんっていう、その女性、そうキラキラした可愛い女性っていうので、なんかこう話題を一つ、持っていってるような、こう雰囲気が多分あったんだろうね、その場でね。なんかそれは多分、こう、とても間接的だし、ダイレクトにね、その子が言ってるわけでもないし、なんならその子自身もそれを意識してやってるわけじゃないかもしれないから、すごいこう、不可視化されるというか、気のせいかなって思っちゃえば、もう流れちゃうような、すごい繊細な多分、現場というか、そういう出来事なのかなと思うんだけど、なんかこう、そういうの結構日本って多いのかなって思ってて、なんかこう、なんかこの状況、なんかホモソーシャルな男性同士の会話の中で私っていう存在がこう脇役じゃないけど、ただのこうテーマとして使われてるなっていうことがありながら、でも別に誰もそんなこと言ってないし、誰もそんなことをわざとやってないってなると、なんかこう、それをわざわざ言う自分が過剰なのかなとか、それをわざわざこう気にするのは自分が考えすぎなだけなのかなって、こう自分に最終的に落とし込んでこう発言できなかったり、こう誰かにその状況をシェアできなかったりっていう人も結構いるのかなって思いましたね。ちょっと感想としては。ちゃんありがとう。そうね。なんか自分の気にしすぎかなとか、使いすぎかなとか思ったりするんだけど、でも心の中ではもやっとしたり、後からあれって思ったり、なんかそのモヤモヤをね、なんか自分なりにこう分析して考えて人とシェアしてっていう、なんかそういうプロセスってすごい疲れちゃう時もあるし、でもなんかこう日常のね、なんか問題、男女格差があって、女性蔑視があって、不調性な社会に生きる私たちには必要なプロセスなのかなって思いますね。そうだね。日常で見えていない、不可視化って言ってくれたけど見えていないものとか、でも蓋した時に感じることとか気づいたことから想像できたりするものってあるよね。それが、なんかこうダイレクトに差別されたわけではないし、ダイレクトに何か傷つくことを言われたわけじゃないんだけど、状況そのものが差別性を時に含んでしまう場面もあるのかなって思ってて、なんかそういう些細なこととかもね、なんかこれを聞いてくださって見てくださってる皆さんともシェアしたいなと思うし、皆さんが経験したことを私たちも知りたいなって思うので、ぜひ何かあったらコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。そうですね。聞いてみたい。皆さんだったら、例えばそういう時にどうしますかとか。私はその時、付き合ってないです。彼女じゃないです。って大きい声で言っちゃうけど。じゃあだったらどうする？どうしようね。でも、なんかやっぱりこういう活動をして、こう、女性性ってなんだろうとか、こういう社会って不平等なんじゃないかとか、みんなでもう一回考えようよって思ってるし、発信しようとしてる自分がいる一方で、なんか現実世界の
個人としてのムーンに戻ると、うんやっぱり嫌われたくないとか、みんなと仲良くしたいとか、その場で自分が発言することを我慢したり、もやもやを忘れてしまえば、何事もなくこの関係性が維持されるんだなって考えると、どうしても押し殺しちゃうというか、自分の気持ちをダイレクトに誰かに伝えることを躊躇してしまう自分もいて、そうですね、だからその場に自分がいたとして、サニーちゃんのように、自分が言えるって言い切ることはやっぱ難しいかなとは思うんですけど、でも、反射的にそういうふうに、自分が思ったことを発言できるってこともすごい素敵だなと思うし、逆に私みたいな感じで考えちゃうのも、こういう社会に生きてきたからこそ、自分がそういう理想の女性というか、って聞いてあんまり自分の意見を表明しないようなものができる女だったりとか、空気の読める賢い女っていう風に刷り込まれてる感じもして、だから自分でもこうなっちゃうのも仕方ないのかなと思いながら、でもやっぱりそうですね、日々葛藤というか、自分の考え方と、じゃあそれをどういうふうにそうですね、どういうふうに振る舞いに落とし込むかっていうところは日々葛藤してますね。大事なポイントだなと思ったな。私はその時感じたことを素直に言葉に出てしまっていたけど、お歴があったようにとか、何か意図があったように思えたことでもないし、一旦受け取って、その後の様子とか、そうだね、いろんな人の考えとか、何かあった発言出てたと思うから、そこを考えられてもよかったなと思ったり。でも私は発言、サニーちゃんができたことはすごいいいことだなって思うし、結局相手に悪気があったかどうかっていう気持ちを、自分が嫌だっていう気持ちより尊重してしまうっていうのも、またそれはそれで自分を苦しめてしまうのかなと思うから、そうですね、そのバランスというか、嫌だという気持ちは素直に自分は嫌だったっていうふうに認識していいと思うし、それを悪気がなくやってたとしたら、そうですね、自分は嫌なんだけどっていうふうに、ベストな形で、何かしらの形で相手に伝えたり伝わったりしたら、すごいもっと平和なんじゃないかなと思うんですけど。そうだね、伝え方だよね。自分の感じたことは消えないから、それを大切にしながら、それをじゃあ状況と人によってどうやって変えていけるかなっていう、その選択肢とか引き出しを自分の中でいっぱい持てたらいいなって今思いました。そうですね。自分も含め、人は間違うから、間違った時に間違ったなって言える環境というか、言える関係性というか、そうですね、そういうのがあればいいと思うんですけど、ちょっと話が全然まとまってないんですけど、でもありがとうございます、シェアしていただいて。聞いてありがとう。そんなこんなで今回はサニーちゃんにエピソードをトークしてもらいました。楽しんでいただけたでしょうか。とっても
楽しい雰囲気の話ではないけど、でもこう、なんだろうな、日常のモヤモヤをね、なんか、誰かに伝えられたり、こう、シェアできたりっていうのが、気軽にできる、みんなにとってできるようになったらいいなと思うし、まあ、そういう場所のね、一つとしてね、私たちのこう、チャンネルのコメント欄だったりとか、インスタグラムとか活用していただけたら嬉しいなと思います。うん。本当ですね。皆さんも自分なりに消化してたりするかもしれないけど、何かきっかけになったら嬉しいですね。嬉しいです。もうんうん、う、コメント大歓迎です。はい、お待ちしています。はい、それでは2回目あっという間でしたね。ありがとうございました。次の3回目でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。